夜のねラジコンドライブ、これ本当楽しいんですよね。たまに僕もやるんですけれども、エレメントナイトランナーのね、3D プリントパーツでいろいろカスタムしたねこちらのマシンもですね、もうバッ光仕様にしてあってですね、夜走らせるためにこれだけつけたんですよ、 LED をね。ってことでね、今までですね、カスタム情報だったりね、シェイクダウンは海の浜辺で走ってる様子とかもお届けしてきたんですけれども、やっとですねこのマシンの目的、今回はねちゃんと果たせたかなと思うのでリポートをしていこうと思います。ここはね近所のね比較的大きな公園なんですね。夜はねマラソンしてる人とか歩いてる人とかいるんですけれども、一角にあるねプレイパークって子どもたちが遊ぶですね、ちょっと広いスペースがあるんですね。でそこは子どもたちがね日中ね自由にね穴掘ったりとかですね、もう何してもいいよっていう場所なんです。あるルールを守れば。多分全国にありますよね、こういう場所ってね。でそこでね、日中はさすがにですね子どもたちが多いので遊べないんですけれども、夜ね誰もいないんでこうやってたまに来ます。でこの路面もね地形もね子どもたちがねなんかいろいろやってくれたですね、いい感じのトレイルコースになってるんですよ。ということでね、今回もねそこ中心で遊んでおります。こちらのマシンはね LED をね結構つけてるんですけれども、これまだね全部つけてないですね。全部つけるとねもう映像白飛びしちゃうぐらい抜光になるんですね。で実際の目で見てもちょっと直視できないぐらい、特にライトバーが明るかったりとかして光軸調整できないですからね、この手のパーツはね。なんで消してます。ロックライト、地面照らすやつね、これやっぱあるとね、このナイトドライブはナイトトレイルはね全然雰囲気変わりますよ。しかもねこれ基本的に全部、チップタイプの LED なんです。だから明るいんですよ。ちょっとね暗い LED だとね地面こんな照らしてくれないんで、この地形の感じとかね映像で撮っててもなんとなくわかるでしょ。遊んでてもねわかるんでね、ロックライトはねやっぱね必須だと思います、ナイトトレイルにはね。このマシンはですね 1.55 インチのタイヤで、小径タイヤですねの仕様なんですね。ナイトランナー。他のエレメントのマシンっていうのは、初期はね 1.55 インチだったんですけれども、最近ではね 1.9 インチホイールの120ミリぐらいのね台形タイヤ積んだ、RTR とかがほとんどになってきましたよね。でもねこのやっぱスケール感、スケールリアリティっていうとちょっとあれですけれども、こういうね、クラス1的なですね、こういう楽しみ方をするときはやっぱこの小径タイヤっていうのがねいいですよね。これ 1.9 インチのねでかいタイヤ入ってたらね、こんなとこスイ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 いっちゃうんですよ。それじゃつまんねえじゃんっていう話で、もちろんね場所によってはねそれが必要になってくることもあるんですけれども、こういうねプチトレイル的なところはね逆にこのタイヤサイズでね結構トップヘビーなボディになってますけれども、そういうところもねいいと思いますね。トップヘビーってちょっと話変わりますけども、なんかトップヘビーってあんまり良くないっていうような捉え方しちゃいますよね。重心がね低くならない、重心が上に来ちゃうんでね、そう走りに影響があるっていう意味ではトップヘビーをなんとか回避したいって言ってねボディカットしたりねいろんなパーツ取ったりとかねすることもあるんですけれども、やっぱねこの走ってる時の姿っていうのはトップヘビーの方がですねやっぱずっしりね安定感があるんで、もちろんね激しい登坂とかねクローリングになると
走破できないってことはあるんですけれども、こういうトレイルの時はね、逆にトップヘビーぐらいの方がですね、なんか走り楽しいと思います。軽いボディだとね、ボディがね、プル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 ね、震えるんですよね、ポリカの場合特に。あれね、いかにもラジコンっぽくてかっこ悪いんで、トップヘビー結構僕推進派です。これは滑り台登ってるところですね。木がね、滑るんでね、つる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 ね、滑りながらでもなんとか登って降りてるとこですね。これね、他のマシンでも、ドライブ しに来た時ね、何度かね、挑戦してるんですけど、結構これがね、角度的には大したことないんですけれども、滑るんで、結構むずいんです、ここ。でもこの子はね、普通に登ってくれました。ということで、プレイパークを後にしてですね、帰ろうとしてるのかな、これ確かね。舗装路ですね。公園の中の舗装路ですね。ここはね、春になると梅祭りとかが行われる公園でしてね、公園の中にね、いろんなね、入り組んだですね、細い道があるんですね。それを今ね、この階段を使わずにですね、なんとかしてですね、この横のね、隙間から登ろうとしてる、そんなシーンでございます。結構あるあるですよね、こういうのね。なんとかこの手を使わないで、このラジコンの能力だけでね、登り切りたいっていう。でもね、なかなかむずいんですよ。ここはなんとか言っちゃいましたけれどもね。もうちょっとね、さすがにめんどくさくなってきてね、もう手で持ち上げてワープしちゃおうかなとか思ってるところですね、この辺ね。こことかも絶対無理だなと思って、ここで諦めましたね。ここね、街灯はもちろんあるんですけれども、真っ暗です。真っ暗な公園なんで、このラジコンの明かりがですね、実はかなり助かってます。で、さっきの道を抜けてですね、ちょっと広場に出てきたんで、ここでね、ちょっとね、娘にね、操縦させたりとかですね、ちょいとスピード走行させたりとかですね、スピード出ないですけどね、全然。結構ね、これね、なんだろうな、スパーギアとの兼ね合いなのか、中のギアの音なのかわかんないですけど、結構音がうるさくて、ちょっとその辺は課題ですね。もうちょっと静かな、音になってくれるとな、走りやすいんだけどなと思ったんですけど。ということでね、夜のドライブ、そろそろね、帰路に着こうかというところでございます。皆さんもね、ちょっとやってみたいと思ったでしょう。LED カスタムってね、昼間だけ走らせてるとね、意外とね、全然見えねえじゃんみたいなことあるんですよ。暗い LED だと特にね。でもね、ここまで LED でいろいろね、カスタムするとね、もうほんと夜普通の実写と同じようにですね、LED がこの機能してくれるんで、このほら、ライトの感じとか超いいでしょ。これ、ほんとね、おすすめなんでね、皆さんもね、どんなマシンでもいいんでね、ちょっとナイトドライブやってみてはいかがでしょうか。